おはようございます。ぺーです。2025年初回のキャンピングカー車中泊旅の舞台は豪雪地帯3県、新潟県、福島県、山形県を8泊9日で巡る車中泊旅。そこで待っていたものは予想をはるかに上回る積雪、極寒の中で食べるうまいもの、素晴らしい温泉、言葉を失う雪景色、そして夫婦で雪だるま制作対決も。瞬く間に過ぎ去った楽しすぎる雪国の8泊9日キャンピングカー車中泊旅。本日は初日の模様をお届けします。よろしくお願いします。おはようございます。ペイです。今回が2025年初めての配信となります。今年もどうぞよろしくお願いします。で、今私たちがいる場所は福井県の南条サービスエリアです。で、行き先はなんですけど、新潟から始めようと思ってて、今北陸道を北上してるんですけども、ただ、予定ははっきりとは決めてなくって、もうとりあえず日程は9泊10日で、この動画配信をさせていただいているのは新年の1月10日なんですけれども、実は今はまだ2024年の12月27日の金曜日の夜なんですね。ここから年末年始の休みを使って新潟県から福島県で、福島県から山形県に行きたいなと思ってるんですけども、この年末年始は新潟、山形あたりは結構大雪のね予報が出てるんですね。で、どこまで行けるかがちょっとわからないので、あまりね無理はせずに、行けるところへ行って、なので雪でもしかしたら動けなくなるかもしれないんですけど、食料だけはたくさん積んでるんですけども、最初の目的地がですね、新潟県の十日町にある松の山温泉で、これはですね前々から行きたいなと思ってて、でお正月休みは行こうと思ってたんですね。ただそこはちょっと山の中というか雪深いんですね。今朝天気予報で見るとかなり雪が降るみたいで、そこまでね行けるかどうかもちょっとわからないんですね。でも行けるところまで行ってみて、ダメだったら他の温泉に向かおうかなとは思ってるんですけども、まず最初はそこへ向かって行こうと思ってます。で、今の時刻は12時37分なんですけども、今のねこの福井県の南条サービスエリアはね、すごい雨とみぞれね。そうですね。すごい雨とみぞれがねすごく降っていて、でちょっとね本当はね外でね撮影したかったんですけど、すごい横殴りすぎてカメラが構えたらもうびちゃびちゃになってしまって全然映らなかったんで、なので今回は車内からのスタートとさせていただきました。じゃあね、もう寝ましょうか。もうご飯はねこの前の多賀野サービスエリアでねいただいてきたんで、もう今夜はねこのまま寝たいと思います。後でねまたお見せするんですけど、今回はできれば電気毛布を使わずになんとかならないかなと思ってて、もちろんねもうあんまり寒かったら電気毛布使うんですけど、多分今回は最低気温がどれぐらいかな、そこまで下がらないんじゃないかなと思うんですけど、マイナス、雪が降ってる時はそこまで下がらないんじゃないかなと思うんですけど、勝手な予想なんで、雪国の方が聞いたらそんなことないわって多分言われると思うんですけど、なんか今までの経験では雪が降るとあんまり下がらなくって、雪が降ってない、雪が積もってたとしても雪が降ってない時の方がなんかすごい気温が下がるイメージがあるんで、なのでそこまで下がらないかなとは思ってるんですけども、バンクで寝る時にどうしても下から冷気が上がってくるんで、今回はちょっとキャンプとかで使うエアマットを持ってきたんですね。でその上に布団を引いてみて、でそれで冷気がねあんまり気にならずに寝れるかもしれないかなと思って、一度やってみようかなと思ってます。それもねまたご報告させていただきたいと思ってます。じゃあそろそろ寝たいと思います。はい。
今回はこのキャンプで使うエアマットを下に敷いて、でこの隙間から上がってくる冷気、前はこの布団だけだったんですけど、これだとね結構ね上は毛布とかかぶっててあったかいんですけど、下が寒かったんですね。なのでこれがあると防いでくれるんじゃないかなと思うんで、一度ねこれで寝てみたいと思います。でこの上にね布団はいつも通りこうやって今日はもう今回セッティングしてあるんですけど、この厚み分いつもよりは柔らかめで寝ることができますね。ちょっと楽しみですねこれね。おはようございます。今私たちは福井県の南城サービスエリアにいます。昨日の夜はですね結構雨だったんですよねここは。でも夜中ぐらいから雪に変わって、それまでみぞれみたいなのが降ってたんですけどね、夜中ぐらいから激しく雪が降って、で今朝はこんな感じでもう真っ白になってます。でこの福井の南城には恐竜がいるんですね。でこの恐竜はね前北海道に行った時もねここで恐竜とちょっと遊んだんですけど、今恐竜はどうも冬眠中みたいで、はい、雪でというか多分電気が入って恐竜電気なんですか？いや違います。多分冬眠中だと思います。はいなので動かないです。はい、多分ですけど、さっきちょろってやったんですけど動かなくて、今若い方もねちょろってやったけど全然動かないとかって言ってたんで、やっぱりね冬眠中みたいですね。はい。でこれからですね新潟県の十日町に向かうんですけども、ただ今回はちょっとね気象状況がすごく悪くって、その十日町あたりはね大雪というかもう凄まじい雪の予報が出てるんですね。で行けるかはねわからないんですけど、とりあえずね向かいたいなと思ってます。それでは出発します。雪のかくやつですね。これは滝の窓拭きですね。ダンススタジオでも使ってるんですよまだ買ってないんですよ。じゃあ出発します。雷がねまた鳴り出しましたね。なんかね今朝もね雷がねかなり鳴って目が覚めたんですけど、もうね雪もねさっき外でお話ししてた時よりもひどくなってきましたね。気をつけて新潟県目指していきたいと思います。じゃあ行ってきます。実際の道路標識を確認し逆走にご注意ください。燃料をとりあえず満タンやったらな安心
この先合流があります。ご注意ください。今は石川県の金沢辺りを走ってるんですけど、雪がね、さっきまで雨だったんですけど、雪がまたねちょっと降ってきて、やっぱり雨から雪の変わり目ぐらいのところ、路面にちょっと雪が乗ってくるぐらいのところで、事故が多いね。なんかそういうところで事故があるみたいですね、よく。やっぱりなんか急にそのままのペースで入っちゃったら滑ったりとかするのかもしれないですね。で、今のね路面状況はこんな感じですね。この先左からの合流があります。ご注意ください。まあもう雪ってなったら結構多分こうあってこうやっぱり気をつけないとって思うんだと思うんですけど、やっぱり雨からさーっと雪が乗り出したぐらいのところがやっぱ一番なんかこう気が抜けてるっていうか、さーっとそのままの感じで入っていっちゃうんで、ちょっと事故が増えるのかなと思って気をつけようと思います。はい、今回は本当に気をつけないと危ないなと思ってるんで、行けるところまで行ってダメだったら予定を変えつつ旅を楽しみたいなと思ってます。なぜ10日間ありますからゆっくり旅をしたいと思います。で、今私たちは石川県の小矢部川サービスエリアに着きました。着きましたと言ってもまだ途中ですけどね、もちろん。で、ですね、雪がですね降ったり止んだりですね。福井県の南条を出発してからこの石川県の小矢部川まで来る間に事故がね何件かあって、やっぱりちょっとね雨とか雪が混ざるとね事故が多くなるんだなと思って本当に気をつけたいなと思います。はい、じゃあここでね少しトイレ休憩したいと思います。母ちゃん、はい。じゃあお昼ご飯、はい。朝昼兼用でお願いします。はい。あ、できました。できた。はい。早っ。あ、これ。はい。お寿司。スーパーで買ったお寿司。じゃあこれいただきます。車内の気温が 10.8 度まで下がってきたんで FF ヒーター入れます。ちょっと寒いです。これどっちでもいただきます。はい、ちょっとあったかいなこれ。どうぞ。あったかい。ぬるいぐらい。じゃあいただきます。これレンジでチンでこれ。そうそう、水から入れた。そうそう、お水チンしてそれをこれ入れました。お水をチンしてこれに入れたってこと？はい。水を入れてこれをチンしたんじゃなくて、はい。お水をそういうことね。沸かして電子レンジで温めて。でもそれの方がもう1杯ぐらいだったら1回ポット出さんでいいってことやもんな。ケトル。そうもう大量だったらケトル出すけど、なるほど。これぐらいだったらちょっともういいかなと思って。いいかもな、そのやり方。ここに出しておく。こっち、ここ。どこでもよ。わさび。このわさびあんまり使って怒られるわさび。怒られるってそんな人聞きの悪い。わさびわさびとかからしとかを無駄に私皿に出してほとんどむっちゃ出すんですよ。でそれでほとんど捨てるんで家とかで使わずにね。で最近もう無駄には使うなって言われてて、もうその通りだなと思って最近これ使っていいですかみたいな。ちょっとずつ出して食べたら大丈夫、余らないから。若い時はね黙認されてたんですけどなんか年いくとねいろいろ弊害が出ますね。いや今時だって回るお寿司屋さんでも、わさび多めでお願いしますってお持ち帰りでって言ったら、わさびの値段かかります。そうなんや。わさびの値段かかるようになったんや。だから言えない。そうか。目
目的地まであと202キロですね。どうかな、行けるかな。結構山手なんで、もう3時ぐらいになったらだんだん暗くなってくるかなと思って、まあ3時だったら暗くならないんですけど、普通はね。なんかそういうイメージなんですけどね。で、まあできれば1時とかぐらいには着きたいなと思ってたんですけど、ちょっと着けそうになくって、今、このまま休憩しなくって行っても3時ぐらいなんですよね。だからね、雪も結構降ってきて、たどり着けるかちょっと不安ですね。行けるかな。まあ、できればたどり着きたいなと思ってます。で、今晩ね、温泉に入って、無理しないようにして、安全運転で行きましょう。ちょっと本当に雪もねひどいんで、安全運転で行きたいと思います。じゃあ行ってきます。マフラーがプチプチしましたなってるよ。なんちゃんどうしたの？マフラー寒いと思ってマフラーしてあげたら、ムチ打ちになりました。首が締まってる。ナギちゃんはお首大丈夫ですか？気つけてくださいね。母ちゃん、上越インターチェンジ出ましょうか。でここからは過酷な雪の道かな。まあここからね山の方に向かっていくんだと思うんで、道がどうかな。まあ除雪はされてると思うんで大丈夫だとは思いますけど、目的の松之山温泉はあと50キロぐらいですね。でもこれちょっと時間かかりそうな50キロだなと思ってるんで、はい。で今の時刻が2時ですね。で2時なんですけど、もう全然5時とかなんかめっちゃ時間かかりそうな気がしますね。はい。じゃあ気をつけていきたいと思います。じゃあ出口出ます。続いて右方向富山長岡直江津およそ 3km 先右方向です。あんちゃん、道が悪いね。なんか大型トラックとかかな通って、なんかこう道を雪道っていうか氷の道を削っちゃってて、ガッタガッタガッタガタもうガッタ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 して、キャンピングカーの家具が潰れそうです。折り紙相撲してるみたいな。いやもう本当にもうねガッタガタガタガタってなって、で今ねちょっと峠の方の山道を上がっていってるんですけど、この辺りはねまだ走りやすいですね。さっき街中もめっちゃ大変でしたもん。まあ今はねこんな感じです。そんなに揺れも少なくなって、あと温泉までは15キロちょっとですね。気をつけていきます。母ちゃん、この雪の壁がどんどんすごくなっていくね。なんかすっごい綺麗な、道はね安定してるんでそんなに怖いなとか思わないんですけど、もちろんゆっくり走ってますけど、でもこの景色はめちゃくちゃ綺麗ですね。こういうのが見たくて来るんですけど本当に綺麗ですね。ちょっと病気そう、めちゃくちゃなんかすごい綺麗やな。すごいね。住んでる方はちょっと大変やけど、それは大変な、目がキラキラしてくるね。いやでも普段見たことないから、すごいな。お母ちゃんもう少しでね、松の山温泉右方向です。山崎駐車場が目印です。その先200メートルで目的地周辺です。
いとこがいいよね、埋まったらダメだから。後ろは大丈夫。でも前の車めっちゃ埋まってるけど大丈夫かな。これ車いるって分かんなかった。お待たせ。寄ってくんのあっち歩いていってくれへんの。めっちゃドアップやな母ちゃん、はい、じゃあ今から松の山温泉に行きたいと思います。はい、すごい雪です。すごい雪です。すごい、もうね、車がですね埋まってるんですよ、ここってで、なんかこの係の駐車場の係の人が除雪でね、スコップとかでやってるのかなと思ったんですけど、違うくって埋まってる車を出すために雪をかいてたって言ってびっくりしたね、本当に。びっくりしました。あんまり見たことなかったです、はい、じゃあ今から温泉行きたいと思います。めっちゃ楽しみ。母ちゃん、なんかこんな山の中の温泉街ってちょっといい感じですね。なんか新婚旅行？新婚旅行じゃないか。何言ってんのもう何年もなる何十年なるなんかいいね。いい温泉街をなんか歩くみたいな。本当にやめて、もう膝悪いのに貸し切り風呂とか、貸し切り風呂、露天風呂、なかなかちょっと雰囲気のあるところですね。こんな感じで。すごいね、なんかいい感じです。めっちゃ。こんな雪深いのに、すごい車止まってるね。本当に。この雪の量。すごいな、雪下ろしがあんな上で。うわー、すっごい雪の量ですね。もうなんかやっぱりちょっと違うな。違う、初めて見た。雪の量がやっぱ違いますね、この辺は。うわー、綺麗やな。でもすごい。先を急ぎますけどめっちゃ白なってんねんめっちゃ頭ついとんねん固めてどうすんの冷たあー、すごいとこですね、本当に。これはちょっと楽しいですね。すごい、ちょっとなんかね、興味津々で見ちゃう。うわ、すごい綺麗ね。目的のね、温泉は高野湯ですね。ここに行きたいなと思って走ってきました。おお、まあ駐車場でも、ここやったらキャンピングは持ってこれたかもね。まあでもこういう段のところでなんかうまくいかなさそう。ほんとちょっとのね、そうほんとちょっとのことでね、なかなかねジムニーのようにはやっぱいかないんで、はい、気をつけてできるだけ安全策でいきたいと思ってます。じゃあ母ちゃん、ここです、高野湯。うわー、600キロ。600キロ、そうね、600キロぐらい走りだね。そうね。はい、じゃあちょっと温泉いただきたいと思います。こんな感じのところですね。じゃあ楽しんでいきたいと思います。いってきます。母ちゃん、はい、温泉、はい、めちゃめちゃ良かったです。露天風呂が雪を見ながらなんですけど、すっごい綺麗で、人がね、今日土曜日なんですけど人が少なかったんですね。もうめちゃくちゃ綺麗ででお湯も最高に良かったですよ。なかなか本当にこういうのは体験したことないなと思いました。
石海水。海水だそうなんですけど、化石海水っていう海水ね、なんか古い海水っていう風に言われました、聞いたら。1000万年前。ほんまそれ知らんけどまあ、もう一度調べてこの辺に書いておきますじゃあ凪のところに帰ります。もうめっちゃおすすめです、高菜湯。気持ちよかったね。ちょうどいいな。いいお湯でしたね。お湯良かったです。温まりました。ほんまに温まったな。おじいちゃんとお話も良かったね。あ、そうね。なんかおもらししませんよ。そうかと思って。確かにゆるなるしなとか。じゃあ今からですね、道の駅松台に向かおうと思います。こっから10キロぐらい離れてるかな。ゆっくり行きましょう。はい、行きましょう。これ右やね。右だね。右やね。上やね。ここまでの所要時間は19分です。運転お疲れ様でした。いるのもちょっと。でもファミリーマートあるから安心だね。マジ。これはまっすぐじゃなさそうだね。まっすぐじゃなさそうだね。今道の駅松台に着きました。松台やね。はい。松台に着きました。で、ここは冬季は夜間に止められる場所が決まってるようで、国道沿いの方に沿って駐車するようにっていう風に書いてあったので、そこに駐車しました。で、ちょっとね、この入り口のところの雪が今日も多分すごい雪になるみたいなんで、
ちょっとここだけ雪どけようと思って、でショベルこれね、組み立て式のショベルがあるんで、これをねちょっと使って、よいしょ、ちょっと雪かきしていきます。雪国の人はこれ大変ですよね。これを毎日やるってすごいな。これぐらいで、母ちゃん、はい、何やってます？雪だるま可愛いの作ろうかなと思って。可愛いのでお願いしますね。可愛いのでね。やったー、雪だるま。またおどろおどろしいのやめてね。今日なんか画伯めっちゃ容器作ってますね。いや、ちょっとまだできてないんでできて見ない。ないでください。めっちゃでかいやん、なんか。なんかここ除雪したの1台分ぐらい除雪になってるね。まあまた明日の朝邪魔になったら雪だるまこっちに移動さしといたら大丈夫やろ。まあ車全然いてはれへんから楽しませてもらいましょう。楽しいね、雪遊びね。雪遊びな。口回れへん。雪遊び楽しいわ。楽しいわ。口全然回れへん。ああ、風邪ひきますよもう。ね、本当やね。う。はい。中入ります。はい、晩ご飯しましょう。は